どうも皆さんこんにちは、ハラカンタです。ハラカンタの YouTube でもたびたび取り上げてきたアフリカ中央部コンゴ民主共和国、その情勢が今急速に悪化しています。私は2023年9月に紛争地のコンゴ東部を訪れ、現地取材の様子を YouTube でお届けしました。しかし、まさに私が滞在したその地域で激しい戦闘が起こり、多くの人々が犠牲になり、難民となって故郷を追われています。現地でお世話になった方々の安否も気がかりでなりません。しかし、これほど深刻な事態にもかかわらず、他の紛争地に比べ、日本でコンゴ東部のニュースを目にすることは圧倒的に少ないです。正直、この異常なまでの報道の少なさに強い違和感を持っています。そこで今回は、コンゴ東部で20年以上活動を続ける日本の国際協力団体、テラルネッサンスの小川慎吾さんに、今現地で何が起きているのか、なぜ情勢が悪化しているのか、詳しく解説していただきます。文字通り緊急で撮影したため、編集など至らん点もあるかと思いますが、日本語で得られる現地の生の情報として非常に貴重な内容になっています。ぜひ最後までご覧ください。小川さん、今日はお忙しいところありがとうございます。ありがとうございます。まず最初にこの動画で初めて小川さんのことを知る方もいるかもしれないので、簡単に小川さんとコンゴの関わりについてお話しいただけますか。認定 NPO 法人テラルネッサンスの小川と申します。コンゴに関わり始めたのは、2000年代の半ばぐらいでして、で2005年からコンゴの隣のウガンダというところに駐在して、で、それから約20年ぐらいですね、ウガンダと、でコンゴと、で隣国のブルンジという、3つの国で事業をしていまして、コンゴは2006年からですね、現地の、紛争の被害を受けた方々が非常に多い国ですので、そういった方々のサポートをですね、続けてきたという、そういう関わりですね。YouTube 見ている方だと、そもそもコンゴはどういう国なのかとか、そもそもコンゴで紛争が長らく続いてきたっていうこと自体を、あまり詳しく知らない方もいると思うので、簡単に説明するのは非常に難しいと思うんですけれども、コンゴ紛争の概要みたいなところ、特にその1990年代から、現在までの紛争の概要をちょっとギュッと凝縮して説明していただけますか。アフリカではいろんな国で、紛争が起こっているっていうのは多分皆さん多くの方はご存知だと思うんですけれども、コンゴで起こった紛争っていうのは、1996年に一次内戦で、98年に二次内戦と、大きな紛争が起こったんですけれども、アフリカの世界大戦って呼ばれるぐらい、アフリカの中でも非常に最も大きな紛争で、実は死亡者の数で言うと、戦後、第二次世界大戦が終わった後、これアフリカだけじゃなくて中東だったり、いろんな国々で紛争がある、その全ての紛争の中で最も多くの死者を出したのがコンゴ紛争というふうに言われているんですね。で、その大きな紛争っていうのは、一旦2003年に落ち着いたんですが、ただそのコンゴの東側、コンゴ東部では2004年以降も今に至るまで紛争がずっと続いていると。なのでもう90年代の終わりから今に至るまでコンゴ東部に関してはですね、大きな紛争が続いているという、そういう場所でもありますね。コンゴ東部の紛争、ハラカントのチャンネルでもたびたび扱ってきましたけれども、世界最悪の紛争地っていう風に表現されることもあるじゃないですか。どうしてコンゴ東部の紛争が世界最悪っていう風に表現されることがあるのか、その背景も少しだけお聞きしていいですか。いくつかあると思うんですけれども、一つは今言ったように、その死亡者の数でいうと、96年、98年以降のこの大きな紛争の中で、少なくとも540万人の方が亡くなったと。その紛争の死者数の規模ですよね。この規模が圧倒的に大多数、多くの方々が亡くなっているっていうこと。あと、二つ目としては、その紛争の中で子供たちが武器を取って戦いに駆り出されているという状況があって、幼い子で言うと8歳とか9歳の子供たちが銃を手にして、で、戦いに駆り出されるという、その子供たちが少なくとも3万人。おそらくそのプラス1万6千人、元少女兵、女の子たちも紛争に駆り出されるので、そういう子たちを含めると、それだけの数の子供たちが紛争に関わらざるを得なかった、関わらさせられてきたというのが多分2つ目。あともう一つ3つ目がですね、今後っていうのは、その女性にとって、最も生きにくい国だっていうふうにも言われているんですね。なぜかというと、その紛争下におけるその性暴力ですね。で、それがものすごく深刻で、その大きな紛争が終わった後も、ずっとそのコンゴでは、ほぼ毎年1万人規模の女性、もしくは17歳以下の少女たちが性暴力に遭っていると。そういう意味においても、その世界最悪の紛争
というふうに言われるゆえんだと思いますね。ハラカントのチャンネルでは今後のことをね、何回も扱ってきましたけれども、一方でそれだけの規模の紛争が長年続いているにもかかわらず報道が全然されない。外国のね、BBC とかそういったメディアでは報道されているかもしれないですけれども、他の中東の紛争とかに比べると圧倒的に報道量が少ないっていうところも、世界最悪と呼ばれる、一つのゆえんなのかなと、個人的にはちょっと感じているので、そのあたりちょっと小川さんに詳しく、お話聞いていければなと思うんですけれども、実は今年の1月にも、今回の動画のように、緊急で今後の情勢について解説をしてもらって、2025年1月頃にも今後東部で急激に情勢が悪化して、その時一時的に日本でもちょっとは注目されたかなと思うんですけれども、今年初めに大きなニュースになっていた今後情勢の悪化について簡単に振り返っていただけますか。今後東部はその2004年以降ずっと紛争が続いてきたんですけど、私が見てきたその今後東部の状況の中でも最悪な時期というのが今年に入ってから今年の1月からなんですけど、どういうことが起こったかというと、隣国のルワンダがサポートをする、M23 というグループがコンゴの東側に北キブ州、南キブ州という大きな州があるんですが、その北キブ州に1月に侵攻して、でマシシというところを侵攻して、その後北キブの一番大きな州都のゴマという非常に大きな都市、コンゴの中でも大都市なんですけれども、そこを1月27日に支配、反政府が支配してしまって、そこでかなり激しい戦闘があって、一月半ぐらいのその期間の間に3000人とか、後にさらに多くの方々が戦闘で亡くなっていくんですけれども、それが1月に今年に入ってあったことで、北キブ州っていうのは過去にも似たような状況っていうのがあったんですが、今回はこの北キブを侵攻支配して M23 がその南キブの下にある南キブ州というところですね。ここ我々がずっと長年活動していた場所で、我々の事務所もそこにあるんですが、そこに2月に入ってさらに侵攻してきて、で2月の14日にその南キブの州都ブカブ市という、ここも大きな都市なんですが、我々の事務所もある。ここを2月14日に制圧して、完全にこの南キブのその州都も制圧すると。で、それ以降もずっと南下しながら、武装活動を続けているという、状況があって、で、特にその本当2ヶ月ぐらいの間に、直接的な戦闘で亡くなった人の数だけでも、7000人の方が亡くなっていると。そういう激しい紛争が、今年1月、2月、で、それ以降もですね、ずっと続いているという状況もですね。今年の初めにその南キブ州の首都のブカブが制圧されたっていう話がありましたけど、そのブカブは我々が2023年9月にその取材をしたまさにその地域ですよね。だから我々が滞在していた場所とか、我々がもしかしたら泊まっていたホテルとかもそういう反政府武装勢力の M23 に支配というか制圧されていたっていうことですかね。そうですね。もう M23 が2月に入って、我々もその安全管理を徹底しなきゃいけないので、情報収集ってのは常にやってるんですけれども、北キブが制圧、ゴマが制圧されて、で2月に入る前ぐらいから南下してくるだろうっていう情報があったんですね。でそれで我々もその準備をして、例えばその車両であるとか一部のそのスタッフのその退避の準備を進めていたんですけれども、ただ住民の方々も、避難できる人もいるけれども、避難したくてもできない人もいる。そういう状況でその2月の13、14に何が起こったかっていうと、M23 のその戦力っていうのがもう圧倒的に政府軍であったり、そのコンゴ側にいる武装グループ、この武装グループっていうのは M23 に対峙するコンゴ国内の武装グループなんですけれども、彼らのその戦力が圧倒的に劣っているという状況の中で、実はその2月の13日、14日、M23 が侵攻してくるその直前に政府軍がもう自ら撤退していったんですね。で政府軍だけではなくて、その部下部の例えばその行政の長であるとか、知事であるとか、副知事であるとか、その行政のそのトップたちも退避していくと。つまりその政府軍、守ってくれるべき政府軍も撤
撤退してしまい、で、その、政府、地方政府の、エリートたちも撤退してしまって、住民たちがこう取り残された状態、その状態で M23 がやってきて、で、銃撃をするという。だからもうほぼ無防備の状況の中で、住民たちが M23 のその侵略を受けていたという状況だったんですね。で、その中で当然若者たちであったり、政府軍は撤退していたものの、M23 に対峙するそのコンゴ人の武装グループっていうのは戦ってたわけなんです。その M23 に対して。で、その中で若者たちが、政府軍が置いていった軍服とか銃をですね、普通の若者たちが手にして、で、M23 と戦うという状況があったり、で、あと、ブカーブ市に非常に大きな、刑務所があるんですけれども、非常にこう、凶悪な、犯罪を犯した囚人たちもいる。そういう刑務所から囚人が脱走して、で、その囚人たちもまた銃を手にして、で、略奪行為をしたり、その村の中でその暴動を起こす。で、そこに M23 と、当然 M23 との戦いもあるんだけれども、住民たちからすれば M23 からも攻められるし、で、その地元のその囚人たちであったり、ある意味ギャンググループたちが銃を手にして略奪行為をする、そこからも身を守らなきゃいけないっていう、そういう本当に混乱した状態が2月の13、14あって、で、我々のその事務所も当然閉鎖をして、で、さっき言ったように、事前に察知していたので、その何人かのスタッフはすでに退避して、で、外部からその我々の後にその人道援助をしていくんですけれども、その準備をしていて、ただ残っているメンバーはとにかく安全確保しなきゃいけないっていう状況の中で、自宅待機で、なんとかその、戦闘に巻き込まれないように、自分の身を守るというふうに、している状況でしたね。私も2023年9月のそのコンゴ東部取材でテラルネッサンスの現地スタッフの方っていうのはすごいたくさんこうお世話していただいたので、今も現地にいるコンゴの方たちが無事かどうかっていうところをすごい心配して情勢を見ているんですけれども、今年の初めの方にそういう大きな出来事があって、で、そしてまさに今、これ撮影してるのは12月の下旬ですけれども、今もまたコンゴ東部の情勢が非常に悪化しているということを聞いたんですけれども、今現地ではどういったことが起きているんですか？2月3月その暴動があって、で、多くの方々が亡くなる中で、当然住民たちは避難していったわけなんですけれども、多くの方々が3月、4月、5月にかけて、このブカブを抜け出して、地図でいうとブカブ市から南の方に、南の方に下ったところにウビラという、第2の州の中で2番目に大きな都市、我々も現地滞在しましたね。そうですね。なので、原さんがウビラに入って、で、そのまま、ブカブをね、見ていただきましたけれども。我々は南から北に行ったっていう感じでしたよね。そうですね。なので、そのブカブは、それこそ、原さんたちが、その当時、マラリアのね、治療薬を調達する時に行った薬局なんかも、これ実際に現地のスタッフが、その街中の様子、その戦闘が続いている最中ですけれども、携帯で撮った動画なんかも上がってくるんですけれども、そういった薬局なんかもその襲撃にあって略奪されて、もう街の中のその商店のほとんどがもうガラスが割られたり略奪されてしまったりっていう状況があって、でそういう中で住民たちはこの南のウビラという、我々がだから入ったその逆のルートですよね。南から入っていったその逆のルートに住民たちが下に逃げていくという状況が、3月4月あって、ただ M23 もそれを追いかけるようにというか、そのブカブを支配した後、今度は第2の都市のウビラを目指して下の方に進行していったという状況でしたね。小川さんに私は別途映像を見せてもらいましたけれども、現地の人たちが家財道具とかを持ってもう何キロも何十キロも歩いて避難している様子とかを見ましたけれども、ああいう映像を見ていると、本当にこのね、つい30年前ぐらいですか、ルワンダで起きた大虐殺の時の映像とかを思い出させるような感じで、今もなおコンゴ東部の方たちが本当に紛争によって生活を翻弄されてるっていう様子がすごい
伝わってきたんですけれども、先ほど M23 という反政府勢力がいて、今後の政府軍とか地元の自警団から派生した武装組織とかは、その M23 に比べると、こう武器とか資金とかも全然こう足りていないと。で、M23 の方が圧倒的にこう力を持っている、みたいな話がありましたけれども、どうしてその M23 っていうのはそれだけ大きな力を持っているのか、誰が背後でそれをこうサポートしているのか、お聞きできますか？一言で言うとルワンダの政府ですね。当然その紛争を続けていく、あるいはその敵と戦っていくために、当然武器だけじゃなくて継続的にこう弾薬をこう供給するものがないと紛争って続けられないし進行していけないんですけれども、 M23 をサポートしていたのはルワンダの政府で、ただルワンダの政府がその武器弾薬をサポートしていただけではなくって、ルワンダ軍自体がもうコンゴの中に入ってその戦闘にこう加担していたんですね。4000人っていうふうにコンゴ政府は発表してますけれども、それぐらい大規模なそのルワンダのプロの軍人ですよね、ルワンダ軍が入ってきて、でそのサポートを受けた M23 っていうのが大きな力を得て攻めてきたと。だから一言で言うとルワンダがバックにいて、で M23 っていうグループをサポートしていたっていうことですね。ルワンダが支援している M23 ですけれども、この M23 っていうのはどうしてコンゴ東部にこう侵略というか、攻撃を仕掛けているんですかね。なんか表向きの理由と、実際の理由といろいろあるとは思うんですけれども、M23 がコンゴ東部に侵攻する理由、目的は何なんですか？ルワンダ政府の言い分はコンゴ東部にいるもともとルワンダで、ジェノサイド虐殺をしたグループがコンゴにその後、90年代の半ば以降逃げて、でそこで活動しているので、コンゴ東部にいる、今の反ルワンダ政府の、考えを持ったグループ FDLR っていうんです。当時はインタラハムエとかいろんな呼び方があるんですけれども、そのグループがコンゴ東部にいる限りルワンダ政府からすると自国の安全保障を脅かされるという、そういう理由で、侵攻して FDLR を壊滅させると。そうしないと自国の安全が守られない。だからルワンダは侵攻、彼らはまだ今回のことに関してルワンダ政府は侵攻しているというふうに認めてないけれども、表向きの理由はそれが一つですよね。ただもう一つ理由としては、もともとこのコンゴ東部でなんで紛争がこれだけ激化し、あるいは長期化しているかというと、一言で言うとその地域にあるその紛争鉱物なんていうふうに言われますけれども、例えばタンタルとかスとか、あるいはゴールド、金ですよね。そういったレアメタルだったりゴールドが非常にたくさん取れる、地域でもあるんですね。なのでそのさっき冒頭にお話をした90年代の終わりからのその紛争も含め、それから今に至るまでもう30年近くですよね。この紛争が起こっている背景にはそういったレアメタル資源をめぐる権益争い、それは今後国内だけではなくて隣国を含めたその権益争い、もっと言うならばその背後にいる大国がその権益争いに絡んでいるっていう、そういう背景があって、でルワンダが侵攻していると、そういった経済的なその利益っていうものもその侵攻の一つの、表向きそういうことは当然言いませんけれども、関わってるってことはありますね。今大国が関与しているっていうような発言がありましたけれども、日本のニュースでも一部そのトランプ大統領と、アメリカのトランプ大統領がコンゴとルワンダのこの和平を仲介するっていうようなニュースが、報道されていたんですけれども、そのニュースも多分知らない方もいるかもしれないので、トランプが仲介したその和平交渉の話の概要についてちょっともうお聞きできますか？そうですね。まず、ちょっと遡る、時間軸でいうと1月にゴマを掌握し、2月にブカブを掌握し、で3月以降もそこから南下してカマニョラというところ、ここで一旦その M23 の進行っていうのは止まってたんですけれども、それで4月、5月、6月と、ずっと紛争が続く中で、6月の27日に、トランプ、米国が、間に入って、で、和平協定が、できたんですね。で、その和平協定で、何が決まったかというと、実はそこでは、3つ、大きな、合意があって、それは誰と誰かという、ルワンダとコンゴ政府の間で、決まった和平協定なんですね。決まった3つのことっていうのは、1つは、さっき申し上げた、ルワンダ政府が表向き、そのコンゴ東部に侵攻する理由として言っていた、その FDLR を解体するっていうこと、それをやっていくってことが一つ目
で、2つ目が、ルワンダがその M23 をサポートしないっていうこと。プラス、ルワンダ軍自体が今後、域内から撤退するっていうのが、2つ目で。で、3つ目がそれ以外にもいろんな武装グループが今後にはいるので、そういった武装グループを武装解除、銃を取り上げて、動員解除、部隊を解散させて社会復帰させていくっていう、大きく言うとその3つの合意が6月27日、トランプの仲介で和平協定が結ばれたんですけど、ただそれが、それ以降もですね、守られずに、もう12月ですけれども、12月までずっとその合意はあっても、現場では全然それが守られず、戦闘行為っていうのが、特に7月、8月、別のその南基部の地域、我々の活動していて、それこそ原さんが実際に来てくれた、カレーヘっていうところの、そういった村でのその戦闘も激しくなっていって、で、実はこの間、12月の4日に、再度そのルワンダとコンゴ、トランプが仲介した和平協定が結ばれたんですね。でそこで確認されたこと、合意されたことっていうのが、ここも2つあって、1つはその6月27日の和平合意、そこで合意した3つのことについて、しっかりとやっていくってことを再確認、合意されたってことが1つと、あともう1つというのは、地域経済統合枠組みという、いわゆるその投資を今後東部、その紛争が起こっているさっき言ったようにレアメタル、いろんな資源がたくさんある場所なので、そこに対するその投資を促進していくってことがその和平合意の中に盛り込まれたんですね。つまり今後政府にとってはそこにある資源を活用してですね、資源を開発を進めていけば、その地域が豊かになっていって、今後にとっても豊かになるのでいいことだし、で、これを、米国が間に入って、ルワンダも含めて、で、ルワンダに対してもそういうことを、その合意の中で、米国とルワンダが二国間協定を結び、今後と米国、ここでも二国間協定を結び、要はその地域、さらに広い、コンゴ東部であったり東アフリカ、太古地域のその開発だったり資源開発を、投資をですね、促進していくってことが決まったわけなんです。そうすることによって、これはトランプのロジックとしては、ビジネスがそこで活性化されれば、そうすればその紛争が収まるだろうという、そういう、ロジックがあったのかもしれませんけれども、結局そういうことが決まったけれども、実はその後、どうなったかというと、実は紛争が激化してしまったっていうこともあるんですけれども、いずれにしてもそのトランプの仲介、アメリカの仲介で一応和平合意は決まったけれども、その後もまだ紛争は続いているという、状況ですね。トランプ大統領がルワンダとコンゴの紛争の和平の調停を積極的にしているっていうのは、やっぱりアメリカにとってもそのコンゴ東部で取れるタンタルとか金とかそういった鉱物資源の権益を手に入れたいっていうのがやっぱり実質的な目的なんですかね。目的かどうかわからないけど、少なくともそういう背景があるのは間違いないと思います。というのは、もともとそのコンゴ東部の紛争というのは、もともとはその冒頭に言った大きな90年代末からの紛争というのは、米国がバックアップをして、ルワンダが今回とまさに同じような構図で、ルワンダがコンゴ国内の武装グループをサポートして、で、コンゴに侵攻して、で、さっき言ったようなアフリカの世界大戦と呼ばれるような大きな紛争に発展していったんですけれども、その時も米国がそもそも関与して、行ったわけで、大国がこのコンゴ東部の資源の権益をですね、求めていった。そういう背景がずっと過去にあるので、なので今回に関してもそういうものがあるってことは事実としてあるのかなと思います。例えば、コンゴのその東部のタンタル、我々も使っている携帯電話なんかにもよく使われるレアメタルの一大産地なんですね。この北基部、南基部っていうのは。で、その大きなあちこちにあるんですけれども、その南基部、北基部の中にある最も大きなルバヤ鉱山っていう、そこがタンタルの大産地で、毎日1万人ぐらいがそこで働いてるぐらい、非常に大きな鉱山で、コンゴで生産しているタンタルの約半分はそのルバヤ鉱山から取られる、産出されるというふうに言われていて、これ世界的に見ると世界でそう生産されるタンタルの 15% はこのルバヤ鉱山から産出されるというふうに言われているぐらい大きな鉱山なんですね。ここが今回の M23 の侵攻によって、今どういう状況になっているかというと、当然これコンゴなので、当然コンゴの人たちがそれによって潤うべき
ところなんだけれども、そこがもう M23 の支配下になっていて、で、今回のさっきの話に戻ると、12月4日の和平合意の中で、そのトランプ、間に米国が入ってできたその和平合意の中でのその経済開発、資源開発をしていく中で、そのルバヤ鉱山のその開発を促進していくコンソーシアムみたいなものが、委員会みたいなものが設立されたんだけれども、その中に入ってる一つの企業がアメリカファーストグローバルっていう企業で、ここは実はトランプともかなり関係性の深い人がそこの CEO を務めているという、そういう会社が関与している。この事実一つとっても、米国がこのコンゴ東部に介入する背景には、彼らのその経済的な利益、鉱物のその減益をですね、求めていく背景っていうものが見え隠れしているっていうの、当然そういうことを表向き言いませんけれども、そういう背景があるっていうふうには思いますよね。日本の企業が直接的に今そのね、問題になっている鉱山と関わっているっていうの話ではないかもしれないですけれども、でも大国であるアメリカの企業がそういった場所に関わっているっていうのは、間接的かもしれないけれども、我々が普段使っているスマートフォンとかノートパソコンとか、いわゆる電子機器に使われるようなその鉱物っていうものが、今後東部で紛争が激化したり長引いたりしている一つの要因になっているっていうことですよね。そうですね。なのでこれは原さんも実際現場で、いろんな鉱山に行ったり、そこで働いていたり、働かさせられている若者とかと実際に会ってもらいましたけど、武装グループが活動を続けていくためには、さっきの話と同じで、必ず必要なものっていうのが武器、資金なんですね。もしくはその弾薬ですよね。じゃあその資金をどこから得てるかというと、不法に採掘されたその鉱山からの、大体半分ぐらいがその武装グループに吸い上げられていくんですけれども、そういった不法な採掘によって得られた利益が武装グループを維持していく資金源になっているので、タンタルだったりゴールドを最終的に消費しているのは欧米だったり日本だったりするので、我々も無関係ではないということですね。実は日本の企業は全くそこの鉱物を今は買わないっていう、国際的なそういう枠組みがあってからはですね、日本の企業はそこに関わっていませんけれども、だけれども欧米で作られたもの、中国で作られたもの、そういったものを実は我々は日常生活の中で、携帯電話だってそうですし、いろんなものを消費してるっていう意味においては無関係ではないっていうことです。巡り巡って間接的かもしれないけれども、我々の生活と決して完全に無関係ではないっていうのはその今後東部の紛争だと思うんですけれども、やはりウクライナとかガザっていう地域に比べると、日本では圧倒的に報道される量が少ないっていうふうに感じてます。今年の1月2月のその今後東部の情勢悪化の時には、少し日本でも報道されていましたけれども、今回の今のこの情勢悪化に関しては私も日本語で調べててほとんどもうニュースが出てこないなっていうふうに感じているんですけれども、どうして日本だとこれだけ今後東部の現状っていうのがニュースにならないのか、そして今後東部でずっと活動してきた立場として日本のこの報道される量が圧倒的に少ないっていう現状についてどのように感じてますか？そうですね。だからもうこれ今に始まったことじゃないですけど、今後紛争大きな540万人、600万人が亡くなったと言われている紛争もそうですし、それ以降の今後東部の紛争の中で、規模としては、亡くなっている人の数、その規模としては、中東で起こっている紛争と変わらないぐらいの命が失われているにもかかわらず、関心が集まらないし、メディアが報道しないというのもありますし、その中でたくさんの方がでも実際には亡くなっていたりする。これは私の思いでもあるけれども、現地の人たちは自分たちの国で起こっている紛争のことをよく忘れられた紛争っていうふうに表現しますよね。私は日本人なので、世界中で起こっている紛争、ニュースなんかでも情報入ってくるけれども、その私から見たとして、客観的に見たとしても、どう考えても今後東部で起こっている紛争、例えばさっき申し上げたその今年1月から2月3月にかけて武装グループが戦闘していく中で2ヶ月足らずで7000人が殺されて、でその中で実は1万人の女性、もっと言うとその1万人のうちの 35% ぐらい、3割4割は17歳以下の少女たちが性暴力に遭ってるっていう、その大きなこの規模の被害と
まさに同時期にガザの問題、もちろんガザの戦闘、ものすごく悲惨な、ね、状況の中で多くの人が亡くなってましたけれども、だけどその亡くなっている人の数、被害者の数でいうとほぼ変わらないような状況がコンゴ東部でもあったわけですよね。だけど報道の量であるとか実際にメディアが出しているものでいうと圧倒的に中東に光が当たり、今後では同じような状況があっても報道されないっていうのは私としてもすごく、現地の人と、ある意味同じような思いですよね。忘れられてしまっているっていう、そういう感覚はありますね。中東の場合はもう少しこういろんな国がこう利害関係を持って関わっている一方で、コンゴ東部の場合は今のこう一連の話を聞くと決して大国が関わっていないわけではないってことは理解できてるんですけれども、やはりこう中東の地域に比べると、そういったこう大国の利害関係が少ないように、少なくともこう見えているから報道される量が少ないんですかね。やっぱりこう多くの日本人にとって、ニュースをよく見ている方であればやはり中東の方がなんかこうなんていうんですかね、心理的な近さみたいなものをちょっと感じるんじゃないかなっていうふうな思いもありまして、小川さんの目から見てどうしてこんなに、命の価値は平等だとすれば、こんな差が生まれるのっておかしいわけで、なんかそこをロジックでこう報道の差が生まれる理由ってのはロジックで考えるとどういうことがあるんですか？多分このあたりは私より原さんであるとかそのメディア伝えるっていう仕事をしている人の方が正解を持ってると思うんですけども、私が思うのはやっぱり原さんが今言った通りで、地理的、心理的、あと経済的に距離が多分あるからアフリカの報道っていうのは多分日本ではあまり報道されないんだろうなというふうには思いますよね。先進国で例えばヨーロッパ、フランスでテロがあればもう世界中の人が一緒にしてそのニュースを知ることになりますけれども、それは日本のメディアであればフランスといろんな意味で政治的にも経済的にもつながりが、文化的にもつながりがあるっていう、そういう中で注目されるけれども、アフリカっていうのは地理的に遠いし、でなかなかそのアフリカのその経済的な関係性っていうのは欧米に比べればやっぱり少ないし、そうすると日本のメディアとしては、日本人に伝える、情報のそのバリューとしてそんなに高くないというふうに評価してしまうっていうのは、あるんじゃないかなと思いますけれども、ただ一方で、メディアはそうは言いつつも中立にあるいはその命は平等であるとか、そういった正論も言うわけですよね。だけども私から見れば今のその報道であるとかも今のその世の中自体が平等ではないっていうのはアフリカにいるとすごく痛感しますよね。同じ命は命なわけですよね。だけどフランスでテロがあれば亡くなった人の人数も出るし、なんならどういう属性の人が亡くなったかとか、亡くなった人のその家族のインタビューが世界中で放送されたりするわけですよね。だけどアフリカ、コンゴで人が亡くなった場合、その数すらまともにカウントもされないし、当然その亡くなった人のその家族のインタビューは世界の人に伝えられることはまずないし、そう考えるとやっぱりこの世の中っていうのは、表向き平等だとかって言いつつだけど実際にはものすごいその不平等な、社会だなっていうのは正直アフリカにいると感じますね。日本だと報道量が圧倒的に少ないっていうのは実際事実だと思うんですけれども、BBC とかイギリスの BBC とか、あとはもともとそのコンゴ、ベルギーが植民地支配していたこともあって、フランス語圏だと、まだ日本に比べたら比較的報道されているんじゃないかなとは思うんですけれども、今おっしゃってくださったみたいに、例えばじゃあ、フランスとかアメリカでテロが起きて、遺族の方にロングのインタビューをするみたいなものに比べると、やっぱりコンゴで起きていることっていうのは報道される量はやっぱ全体で見ても少ないんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、そういった報道される量が少ない地域をカバーするっていうのが私自身のポリシーでもあるので、私はそういうところを報道していきたいとは思ってるんですが、視聴者の皆さんがそういう大手のメディアが報じない、例えばじゃあコンゴ東部の出来事、今何が起きているのかみたいなことを知りたいと思った時に、どうやってやっぱり知ればいいのか、どう情報収集すればいいのか皆さんがわからないと思うんですよね。そうすると結局ニュースでポッと出てきたひどい出来事が起きた時の話
だけをこう繋いでしまって、うん見方がこう少しこう曇ってしまうという、偏ってしまう可能性もあると思うので、うん非常に難しい質問だと思うんですけれども、そういったこう、大手のメディアが報じない地域の出来事を知るために、どういう方法で情報収集をすればいいと思いますか？一つはやっぱり単純に今だともう SNS を見れば自動翻訳でフランス語で発信されてる SNS も見ようと思えば見れますよね。情報は取れると思うので、まずはそういったインターネットにある情報、いろんな情報があるので、その中でね、どれが本当でどれが嘘かみたいなところのそのリテラシーは大事にはなってくるけれども、でも情報自体はあるので、取りに行くか取りに行かないかなので、その一歩手前でやっぱりアフリカのことに関心を持つ人、それは入り口は何であってもいいと思うんですね。必ずしも紛争とか貧困とかネガティブなそういった問題から関心を持っていくだけではなくて、いろんなアフリカの文化であるとか伝統であるとか、そういったことからでもいいし、とにかくやっぱ関心を持つ人が増えないとなかなかそういう情報を取りに行こうとすら思わないので、ただその取りに行く今の時代、情報なんていくらだってインターネットを探せば転がっているので、なのでそういう気になるような最初のやっぱりきっかけを与える、作っていく。まさに原さんがやっているような形で、この現地のアフリカの遠い国の話で、日本人には関係ないって多くの人が思ってるかもしれないけれども、だけれども日本とも実は関係性があったり、さっきの携帯電話なんかもそうですけれども、我々の生活に必要なものなわけじゃないですか。携帯だったり、様々な電子機器っていうのは。で、そういうものを作るために必要なレアメタルがたくさんある今後っていうのは、日本人にとっても、今の我々だけじゃなくて将来世代の日本人にとっても非常に重要な国なわけですよね。なのでそういうことを分かりやすく日本の方に伝えていく、そういうメディアがもっと増えていくっていうのはすごく大事だと思うし、ただ問題が非常に複雑なので、それをいかに分かりやすく伝えていけるかどうか、そこはもう私なんかよりも原さんの方が複雑な問題をより分かりやすく伝えていくっていうことが得意というかずっとやってこられてるので、そういう個人のメディアだけじゃなくてマスのメディアもそういう報道やっぱ増えていかないと、情報を取りに行こうとすらやっぱ多分普通の方は思わないので、なので最初のきっかけを持つ、そういう情報を発信する人たちが増えていくっていうのが大事なんじゃないかなと思いますね。少し今後東部の現地の情勢にちょっと話を戻したいんですけれども、小川さんの団体テラルネッサンスは今現在、今後東部の情勢が悪化する中で現地でどのような支援活動をしているんでしょうか？ 2月に我々の活動しているブカブ市が制圧されてからは、我々としては一部のスタッフをこの南部のさらに南のウビラというところまで一旦引き下がって、でそこを拠点にして大体その武装グループが上から攻めてくるのに合わせてといいますか、その前に住民たちが南に逃げてきたり、あるいは戦闘の中で傷を負ったり負傷した兵士たちだったり民間の方々もたくさん亡くなっていますので、そういった方々が南側の方に運ばれてきて、で、病院があるんですけれども、ウビラに。でそのウビラ病院っていうところをまず一つの支援の拠点にして、これ3月4月っていうのはその逃げてきた方々に対してのその治療薬であったり、病院自体がもうほぼ崩壊しているような状況の中で、さらにその負傷者が運ばれてきては、でも病床数も足りなくても廊下ですごいもう重傷を負ったような人たちが廊下で寝ながら治療を受けざるを得ないような、そういう状況が続いていたので、まずはその病院に対してのその医薬品の支援、もう本当に基本的な解熱剤だったり、あとマラリアとか腸チフスとかですね、感染症のその予防薬、治療薬、そういうものの配布であったり、あと病床数を増やすためのサポートっていうのは3月4月はですね、ウビラを拠点にやってきました。ただ、さっき申し上げた通り、その後、7月、8月っていうのは、原さんも言ったカロンゲというところ、カレヘ行政区、このあたりが反政府軍、M23 と政府軍、もしくはその政府軍と一緒に戦っているワザレンドゥという、反 M23 の、今後国内の武装グループ、ここの衝突が激しくなっていく中で、カレヘ地域、この地域も非常にたくさんの方々が戦闘で亡くなっていったんですね。だけどここはもう政府軍の支配している地域っていうのはごく一部で、M23 がもうほぼ支配している状況の中で、我々がこの前線を越えて支援するというのは非常に難しかったんですけれども、
幸いここは20年我々活動してきてたので、地元とのつながりも強くて、ここでもまず一つはその同じようなマラリアだったり腸チフス、もう病気になっても移動すらできないので、かつその政府からの支援っていうものも止まってしまっているので、なのでそこで医療のサポート、薬だったり、そういったサポートを7月、8月はですね、やってきましたね。それでももう本当に、サポートしなければいけないその数に対して、我々としてサポートできた、リーチできた数っていうのは3000人、4000人ぐらいなので、本当に限られてはいますけれども、だけど、それなりにその地域の、特にマラリア、腸チフスなんかに感染した方々のサポートを続けてきたという感じですね。こういったアフリカ支援の動画を私の YouTube にアップすると、この動画をここまで見てくださっている方はね、アフリカ、コンゴ東部はじめアフリカの現状にも関心を持ってくださってるんじゃないかなというふうには思うんですけれども、一方で、こういったアフリカ支援に関する動画をアップすると、今日本も不景気で自分の生活で手一杯だから、そのコンゴ東部のことまで気にかける余裕はないとか、アフリカを支援する余裕はない。そういったコメントをもらうこともあるんですね。ちょっと今後東部から話が変わっちゃうかもしれないんですけれども、そういった、なんていうんですかね、アフリカを支援する余裕なんてない。そういった声を耳にすることもあるんですけれども、ずっとアフリカの支援を20年以上続けられている小川さんとして、こういった声が日本にあるっていうことについてどう感じられますか？多分私もね、日本にたまに一時帰国したりすると、日本の中でも本当に大変な状況の中で生活している方々がいるということも、ニュースでも聞きますし、で、私の友達もそういった子供たちの日本国内でサポートしている友達もいますから、そういう人たちの話を聞くと確かに大変だなと思うんですよね。で、やっぱり人の苦しみ、悲しみとかその痛みって比べられるものではないので、なので日本と比べてアフリカがどうだとかっていうことは私は言えないんですが、ただ客観的に見ると、私たちが活動しているコンゴ東部っていうのはまさにその紛争の影響の中で、もう本当明日死ぬかもしれないっていう、もうまさに命の危機に瀕していて、その紛争下において、亡くなるほとんどが多くはですね、0歳から5歳未満の子供たちなんですね。つまり紛争が起こって、で、移動の自由が奪われて、で、安全な水だったり薬にアクセスできなくて、亡くなるのは抵抗力の弱い子供たちで、で、まさにそういう子たちがもう日々亡くなっていくのをやっぱ目の当たりにしていると、やっぱり日本の人たちのその苦しみ、悲しみ、これは比べられないんだけれども、だけどやっぱもう本当明日死ぬかもしれない。でもその子たちを助けられないのかっていうと、実はそのマラリアの治療薬だったり、腸チフスの治療薬だったり、日本円にすれば1000円、2000円あれば治療できるものだったりするんですね。当然治安の状況とかによっては我々がそこに支援物資を届けることができないこともありますけれども、だけどそういう状況が許せば、金額でいうとそれぐらいの金額で命を救うことができる。そう考えたときに、我々は我々として現地にいるので、やっぱできることはやっぱやっていくべきだと思うし、これは私自身が感じることなんですけど、ちょっと話が逸れちゃうかもしれませんけど、アフリカに私も20年住んでるので、そうすると、大体日本人、私が日本人ですよって言うと、皆さんすごい感謝してくれたり、あるいはすごいリスペクト、日本人すごいじゃないかっていうふうに言ってくれる人が多いんですね。でもなんでかっていうと、私よりももっと上の世代の日本人の先輩方がアフリカに過去いろんなことをしてきて、そういった印象が日本人に対する今のアフリカの人たちの日本人に対する感情になっていると思うので、そうすると長い目で見ると今私たち日本人がアフリカでできることをするということが、将来我々の日本の次世代の子たちがですね、日本これから人口減っていきますし、アフリカは逆に人口どんどん増えて経済も大きくなっていく中で、いずれその将来の日本の人たちにとっての、いわゆる国益、大きな意味でのその国益にもつながると思っているので、それは私自身がやっぱり思うこと、今日々、日本人っていうことだけで非常に助けてくれたり、今後っていう国
なんかだと60年代70年代から日本人がいろんなことしてたりするんですね。そういうことを覚えてらっしゃるその高齢者の方は日本人に昔こういうことで助けてもらったとか、たまにそういう話もやっぱり聞くんですよね、長年いると。なのでそういう意味で、短期的に、よく言われますけれども、その日本の援助支援が日本人のそのね、お金なのに国益にならないっていうかもしれない。確かに短期的にはそうかもしれない。だけど、長い目で見たときに、それはやっぱ大きな私たちのその財産になると思うので、そういう意味で、やっぱり海外で我々日本人がアフリカでやれることをやっていくっていうのは重要なことなんじゃないかなっていうふうにも思ったりしますね。こういった国際支援とかの意義を語るときに、どうしてもこう倫理的な話とか、命の価値は平等だからとか、私自身はね、日本人であると同時に地球人でもあるからみたいに思ってすることもあるんですけれども、そういうふうにこう長い時間軸で考えたときに、もちろんこの、人道的な観点で支援をするっていう視点も大事かもしれないけれども、本当私こうイラク行った時も感じましたけれども、昔のこう先輩方が作ってくれたこう日本人に対する評価っていうものがあるからこそ今安全に活動できたりとか、日本もそこからこう得られる国益があったりとかするので、やはりこう長いスパンで考えるってことが大事だなというふうに今お話を聞いていて感じました。この動画を最後までご覧くださった方に、小川さんから見てどんな行動を起こしてほしいと思いますか？そうですね。一つは、やっぱり繰り返しになるかもしれませんけれども、やっぱりアフリカ遠い国で起こっていることかもしれないけれども、やっぱり今コンゴで起こっていることに、ぜひ関心を持っていただきたいってことなんですね。この12月の4日に、トランプが仲介して和平協定がまた結ばれましたけれども、で、そういうニュースを見ると、日本でも報道されてましたので、そのことを知ってる人は多いと思うんですね。だけど、そういう和平協定ができて、で、現地でそれで平和になるかっていうと、実は現実そうなっていなくて、まさに今月ですよね。4日に和平協定ができて、で、その後、実はその約1週間後に、さっき言ってたその M23 っていうのは、カマニョラというところで留まっていたその彼らがですね、さらに南下してきて、で、私たちがその第2の拠点にしていたウビラも、実は12月の12日にもう支配してしまった状況が今の状況なんですね。で、現地ではその M23 が撤退するみたいな声明を出したりもしてるけれども、でも現実にはそこから撤退は今もしていなくて、で、今もその中で、数百人の方々が1週間の間に殺されたり、あるいはその、性的な暴力にあったりっていうことが今も続いているっていうこの現状、このことに関してはほとんど少なくとも報道されてないので、日本では。なのでぜひそういうことを、メディアの方にも報道していただきたいし、ただもうこういう情報っていうのは個人でも SNS でいろんな情報が入ってくるので、なのでぜひその今後の東部で今起きていることにまず関心を持っていただきたいということが一つです。もう一つはそういう状況の中でも我々のような団体ができることはたくさんあるので、できればそういった活動にですね、日本の方々に協力していただきたいということです。私がちょうど一時帰国したところですけれども、一時帰国する直前までやっていた活動が M23 が入ってきて、その戦闘が激しい中で、多くの方が腸チフスとか、あとコレラ、そういった感染症がすごい蔓延しているんですね。さっき申し上げた通り、治療薬だったり予防薬だったり、その医療のサポートをしつつも、もうでも感染する方々がとにかく多いので、そういった方々が感染しないように給水設備、湧き水を使った給水設備なんですけれども、そういった設備を今この10月11月でなんとか3カ所設置することができていて、大体1カ所腸チフスだったりそういう感染症にならないっていう、そういう環境を作ることもできるので、加えて、それをやっているもう一つの理由は、さっきから申し上げているその今後っていうのは紛争下においての性暴力が本当にひどいところで、大体その性暴力に遭う少女たちというのは、大体水汲みっていうのは女性か子供がやるんですけれども、大体この水汲みに行くときに片道1時間ぐらいかけて、安全な水を取りに行くんですけれども、その道中に女性たち、あるいは少女たちがですね、襲われて性暴力に遭うっていうことがあるので、なのでそういった給水設備を作ることで安全な水を確保するということと、女性子供たち、そういった弱者が遠いところまで片道1時間以上かけて水を汲みに行って、
で労力も大変ですけれども、その道中で性暴力に遭うリスクを低減するってこともできるので、我々自身の安全を確保しながら動かなければいけないので、非常に難しい面もあるけれども、でもできることはあるので、日本の方々にも、そういった活動にですね、ぜひご協力いただきたいというのが、これお願いになってしまいますけれども、日本の方々に私から伝えたいことなります。折に触れて私のこのチャンネルでも今後トークの状況をこうやって発信していきたいと思いますので、ぜひ皆さんにはね引き続きこのチャンネルを通じて現状に関心を持っていただきたいなと思いますし、テラルネッサンスのような団体をサポートすることで現地の人たちのためにできることもあると思うので、ぜひそちらもチェックしていただけたらなというふうに思います。小川さん引き続き現地で気をつけて活動されてください。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。動画の概要欄に小川さんが活動されているテラルネッサンスへの寄付リンクを掲載しました。今すぐできる具体的なアクションとして気になる方はぜひチェックしてみてください。また動画の中で小川さんもおっしゃっていましたが、解決への道のりは関心を持ち続けることから始まります。しかし日本にいると現地の情報は少なく、一人で関心を持ち続けることは簡単ではありません。だからこそ同じように世界を少しでも良くしたいと願う仲間とつながることが大切です。私が運営するオンラインサロンシナジーにはアフリカに関わりを持つメンバーも多く、小川さんをお招きした講演やアフリカに関する勉強会なども開催してきました。2026年新しい学びの場を持ちたい方、一歩踏み出してみたい方、ぜひ概要欄のリンクからシナジーのホームページをチェックしてみてください。すいません、大事なことを言うの忘れてました。明けましておめでとうございます。ハラカントのチャンネルでは2026年も大手メディアがなかなか報じない世界の現実に光を当てていきます。こうした情報を逃さないためにもチャンネル登録がまだお済みでない方、ぜひこれを機会にチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。